皆さんこんにちは。スタジオナレーションの木村です。今回はですね、初心者におすすめの動画カメラっていうところで動画を作ってまいりたいと思います。これからですね、YouTube とかね、映像制作とか副業を始めたいんだけどカメラ持ってねえんだよっていう方ですね。それから音楽やってるとか、他の活動やってるとかでかっこいい動画を作りたいんだけどカメラ何しようかなっていうふうに思ってる方で、写真じゃねえんだよなみたいな、動画でやりたいんだよなっていう方向けのまず動画、それからですね、ちょっと1台結構しっかりして持ってるんだけど2台目何買ったらいいかなっていうふうに思っている方、そういった方の向けの内容となっています。これからですね、じゃあ動画のカメラ何買おうかなっていう時にですね、結構、悩まれると思います。最近はですね、スチール用のカメラ、動画機能がですね、充実してきて、大体どれもね似たような感じで10ビットぐらい撮れて、ログが撮れてみたいな、カメラが多いかなと思います。対してですね、カメラ本体だったり、の値段っていうのが大体10万ぐらいは上がってきてると思います。エントリーモデルでも大体20万ぐらいからになっちゃってるかなっていうふうに思うので、ちょっと古めの中古のそんな人気ないというか価格が落ちてるモデルを、もちろんそういうのを買ってもいいと思うんですけど、僕的にこれだったら、その中でもこれだったら絶対大丈夫だなっていうか、その無駄になんないんじゃないかなっていうふうに思ってて、しかも穴場的、今現在穴場的なカメラなんじゃないかなっていうふうに思うのを紹介しようかなって思います。それはですね、こちらになんとなくぼやっと出してるんですけど、わかりますかね。ブラックマジックデザインポケットシネマカメラ 4K っていうものになります。なぜこれを、僕が勧めるかっていうのをまず弁明というか、普通の人はどっちかというとマニアックなカメラで使いにくくて不便なカメラっていう風に認識しているのを、なぜ僕がこれを勧めるかっていう理由を述べたいと思うんですけども、まずですね、センサーサイズが小さいカメラです。これは、マイクロフォーサーズセンサーって言って、フルサイズの、半分ともうちょい小さいみたいな。で、レンズの焦点距離で言うと、2倍のクロップファクター。このマイクロフォーサーズっていうのは2倍のクロップファクターって言って、センサーサイズが小さい分、同じ焦点距離で換算すると望遠目に映ってしまうみたいな、そしてボケにくくなってしまうみたいな。だったら焦点距離の短い、もちろんマイクロフォーサーズにはそういうワイドのレンズがたくさんあるんですけど、焦点距離が短いレンズなんでボケにくいというふうに言われてしまっているマイクロフォーサーズっていう規格、それはセンサーサイズとマウントの形状ですね。まずですね、画質がいいんですよね。これ写真の話じゃなくて動画の話なんですけど、収録する時のビットレートがほとんどのミラーレスカメラの、それはセンサーサイズが大きいものも含めて H264 っていうフォーマットですよね。で10ビットまでは中級機でもあるんですけど、それ以上のものが撮れるんですよ。10ビットのプロレズっていうのがまず撮れます。でプロレズっていうのは H264 とか H265 とかと比べて圧倒的に綺麗です。やっぱりデータ容量は大きいんだけどプロレズの方がでかいです。でもう一つローが撮れるっていうのがあります。でローがこれは12ビットのブラックマジックローっていうのが撮れるので、カラーグレーディングの体制がどうのこうのっていう話になるんですけど、そもそも綺麗なんです。それもデータ容量がプロレスとそんな変わんないぐらい大きいんですけど、ブラックマジックローっていう、魔法のような、美しい映像が撮れる。それが12ビットですよっていうものです。ちなみにダヴィンチレゾルブに入れた時には内部的に16ビットで処理してるらしいので、12ビットのシネマティレンジローっていうのが別であるんですけども、そういうのと比べて、刻み方っていうんですかね、ちょっと扱いやすいと、ローが取れる。だから画質がいいです。センサーサイズが小さいんだけど画質はいいです。絶対いいです。これは。なのに安いんですよ。これが中古でヤフオクとかで見ると、だいたい10万ちょっと出せばボディは買える。動作確認済みのものが買えるっていうのがそこなんですよね。でそこ一点で僕は初心者にお勧めしたいなっていうふうに思います。でその画質の話で言うと、ブラックマジックポケットシネマカメラ 4K っていうカメラなんで 4K までは撮れるんですよね。で 4K が撮れて 4K の 60p っていうのが撮れるんですね。60p っていうのはヌルヌル映像って感じですかね。まず簡単に説明すると、普通は 30p までなんですよね。 4K だと。その 60p まで撮れると 4K でヌルヌルで、ヌルヌルじゃなくしようとすればスローモーションを 4K で半分のスローモーションまでは撮れるんですよね。 60p って普通 30p なんで、つうことは結構使えるんですよね。で 60p って結構ちょうどいいところで、もちろんフル HD にすれば 120p のスローモーションとかも撮れるんですけど、 60p でとりあえず撮っとくみたいな使い方がよくするんで、僕の方は。で半分のスローモーションとか 75% のスローモーションとか、やっちゃったりするんで、しかもそれ以上にスローにしたい時とかって結構ダヴィンチレゾルブとかの編集ソフトで使うと結構フレーム保管できちゃったりするんですよ。っていうところで4K60p っていうのは結構一番使うところで、しかも便利なところかなっていうふうに思います。はい。
でそれが撮れるっていうことです。だから必要十分なところかなっていうのがあります。で、UI の方の話にもなるんですけど、もう本当にこれ昔もう2018年とか19年とかに発売されたカメラなんですけど、iPhone でいうと10とかiPhone X とかそんな昔のカメラなんですけど、 UI がですね、最新の UI にこうまだアップデート全然してるんですよね。だから今ブラックマジックもフルフレームのやつ出たりとか、一番新しいの出たんですけど、そういうのともう同じで使えるっていう、ところっていう機能が全部入って、これとかもだからもう新しくないですか、このUI 見えるかな、こう全部タッチでね、これ 6K とかシネマカメラとかと全部一緒なんですよ。ピクシスとかアーサーミニも全部一緒ですね。オーディオとかもなんか新しいのがね、どんどん追加されてって、ラットも全部あるし、アナモンもあるしみたいな。で通信とかもできるし、ジャイロ入ってるしね、最初からっていうものすごい先見の明のある実は機能を入れてる、発売当時ですね、ものすごく先見の明が入ってるんですよね。多分内部のこのソフトウェアの処理をする CPU かなんかも結構すごいのが入ってるらしいんですよね。値段からは考えられないものが入ってるらしいんですけど、もともとだからそのカメラがまだ安かった時代に発売されたもので今中古で10万ちょいなんですよ。10万ぐらい出せば11とか2とかかかるものもあるかもしれないですけど、まともに動作するやつでそんぐらいで買えるっていうことははっきり言って最安値で画質がいいのに必要十分なものが取れるのに10万円で買えます。で一般的に不便だとされてるんですけど、これはですね、バッテリーがまず持たないんですよ。この内部のバッテリーだけだと。これが一眼レフ用のキヤノンのバッテリーなんで、こうファンもついててビットレートも高い処理たくさんやんなきゃいけない、こういうデジタルシネマカメラ用のバッテリーじゃないので全然持たないんですよ。もう10分も持たないんじゃないかぐらい。なのでこういうアタッチメントをつける必要があるんですよね。一つは、NPF の変換で、めっちゃ玄人の人はもうロットとかつけて後ろに V マウントつけるんですけど、結局 V マウントつけないと長めの撮影はちょっと心配かなみたいなところはあるある。ただこう自分でまず最初に買って自分で試していろいろやるみたいな時は NPF で全然大丈夫だし、でっかいやつもあるんで、これリンクつけとくんで、はい、でっかいやつあればこれで1時間ぐらいは確かいけるかな、これで1個で。であと収録メディアなんですけど、収録メディアがまず SD カード、普通の SD カードが刺さるんですよね。SD カードって一番見たことあるカメラとかで使うこういうやつです。これが1個刺さるんで、それで使ってももちろんいいです。ただ、MAX の容量とかね、画質がめっちゃいいので、ビットレートめっちゃデータ容量大きいので、例えば 4K60p のすごい B 色で3対1で撮りたいとかっていう時に、多分 SD カード対応できるのがちょっとないかもしれないなとか、そんな30分ぐらいしか撮れなくなっちゃうんだよなとかっていう時に CFast っていうのも入るんですよね。で CFast っていうのは結構古い企画で、これもほとんど今もうね、まともな値段で売ってないようなところで CFExpress っていうのがもう今業界スタンダードで新しいの出たんで、CFast はもうこれから使う人たちどんどん減ってくんで、これは買わない方がいいんですよね。じゃあ何がいいかっていうと、これ SSD をタイプ C で、これもアタッチメントとして付けるのがいいです。ちなみにこれはサムスン T7 シールドってやつで、15000円ぐらいかな。1テラで。だから安いんですよ。外部 SSD。っていうのを、だからバッテリーとこの SSD は、別で付けなきゃいけない。とりあえず使うんじゃなくて、ちゃんとこう、自分でなんか撮ろうかなって時に、これとこれは入れなきゃいけないんで、1万、メディアって別にね、SD カードも別に1万円ぐらいかかると思うんで、1万円、これも1万円だとして2、3万は、かかるから、10万ちょい、13万ぐらいは最低でもかかるはずです。バッテリーが持たないっていうのと SSD は別途、自分で入手する必要があるんですけど、それもリンク出しておきます。で、オートフォーカスがですね、使えないんですよね。よく最近のカメラってオートフォーカスがあるんですけど、とはいえですね、こちらのですね、後ろのモニターもですね、こんなでかいんですよね。こう、一応オートフォーカスボタンみたいなのあるんだけど、ここかな、この辺にあるんですけど、全然オートフォーカス効かないと。でもこう拡大してレンズでですね、マニュアルでフォーカス合わせるんじゃないですか。で自分で見て合わせてから撮影すればいい話なんですよね、はっきり言って。オートフォーカスを信頼すると
これはオートフォーカスが優秀とされているカメラでも外すことあるんですよね。だからスチールの時だったら連写とかだからいいんだけど、下手にですね、最初からオートフォーカスでやんない方がいいんですよね。だからむしろね、最初はマニュアルフォーカスでこう普通に合わせて、それを覚えた方が確実ですね。っていう意味で、オートフォーカスない方がいいんじゃないかなとかって逆に思ったりします。それで慣れちゃうと永遠にそのマニュアルフォーカスでやる癖つかないっていうところがですね、メリットというかになります。メリットもっとまだまだいっぱいあってですね、先ほどですね、説明しましたが、ここのマウントとセンサーのサイズでマイクロフォーサーズ規格っていうものになります。で、マイクロフォーサーズ規格っていうのは、センサーサイズが小さい。クロップファクターっていうものが2倍なんですけど、ブラックマジックに関してはちょっとセンサースチール用のじゃなくて横長のセンサーなんですよね。なので 1.9 倍のクロップファクターになります。で、これのいいところはですね、今ケージつけてるからでかく見えるかもしれないんですけど、やっぱり小型です。で、レンズも小型です。で、レンズも小型なのに、例えば OM デジタルのズームレンズとか1240とかっていうレンズがあるんですけど、ボロクソ使いやすいですね。めっちゃ近くまで寄れる。近距離にしてもフォーカスが合う。とか、12100とかっていうズームレンズもあるんですけど、これもね、これフルサイズで言うと、12100って24200ですよ。24105は知ってるけど、24200はないですよ。で、F2.8 とかで最近、RF マウントかなんかで出たかもしれないんですけど、めっちゃでかいですからね。だから、小型で取り回ししやすくて、つうことはジンバルにも乗せやすい。軽いやつ、ジンバルにも乗せやすいですね。だから、ケージこれつけなければ、僕は SSD とこの NPF のバッテリーの、しかもでかいやつをつけて、これをチーズプレートでここに4分の1ネジ穴につけて、WeBillS っていう、これもまた小型のやつに乗ったんですよね。カウンターバランスつけたかもしれないんですけど。っていう感じで、取り回しはめっちゃしやすい。しかも、中華レンズとかで、どうせオートフォーカス使えないから、もうマニュアルフォーカスのレンズで行くしかないじゃないですか。っていうか、オートフォーカス付きの別にレンズ使う必要ないんです。ってところで、中華レンズですね。セブンアルティサンズ、TT アルティサンズ。1万円ぐらいからレンズ買っていけるんで、だから15万あれば多分全部のセットが組めるっていう感じです。で、ちなみに手ブレ補正とかついてないんですけどね、ジャイロセンサーが内蔵されてるんで、ジャイロでダヴィンチレゾルブっていうソフトフリーで使えるんですけど、それで補正すると、だいたいローディングシャットもなるし、はっきり言って E マウントぐらい、アルファの E マウントぐらいの手ブレ補正機能ぐらいにはなるかなっていうふうに思います。ちなみにこれカーボンのシールちょっとお試しで貼っちゃっててですね、固体がポリカーボネードなんで傷がつきやすいかなってんで貼ってみてるんですけど、別に貼んなくてもいいんじゃないかなっていうふうに思ったりします。ちょうどもう5年前ぐらいに2019年18年ぐらいに出たカメラなんで、ひとしきりのやつが一回ブームになって、もうだんだん在庫数が減ってってるような感じで、特にこのオプションパーツみたいな、買うんだったらもう今入手しとかないと多分買えなくなるんじゃないか、もしくは高くなるんじゃないかっていうふうに思います。今安いんですよね、これね。で、あとレンズの話で言うと、マニュアルフォーカスのレンズで言うと 0.95 っていうフォクトレンダーのシリーズがあって、それもやっぱりよだれが出ちゃうぐらい楽しい。F 値が 0.95 ですか。ボケ感もだからマイクロフォーサーズっていうのはセンサーサイズが小さいから焦点距離っていうんですけど、普通の画角を得るのにフルサイズと比べて、2倍のクロップファクターなんで半分の焦点距離を使うんですよ。で、ボケ感っていうのは焦点距離の数値がでかいほどボケるんで、焦点距離、例えば普通24を使って取るのを12を使わなきゃいけなくなる。12っていうのはボケにくいんですよ、24に比べて。っていうことでボケにくいっていう風にされてるんですけど、F 値がね 0.95 のレンズだとか、またこれもオリンパスのレンズで F1.2 っていうやつがあるんですよね、単焦点で。それもね、クックみたいでめっちゃいいみたいにあるカラーリストが言ってたんですけど、そういうマイクロフォーサーのレンズってもう全部もうできってるぐらいの感じなんですけど、だからこそ今新しく発売されるわけじゃないからブームにはならないんだけど、一通り全部楽しいレンズが全て揃っていますよっていう感じで、だんだんマニアックになってくるんですけど、実は僕マイクロフォーサーズのレンズ全く持ってなくて、こういうですね、フォーカルレデューサーっていうガラスが入って就航するグッズがあるんです。これレンズの一種、マウントアダプターの中にレンズが入っているようなものなんですけど、これがですね、ひとしきりこれもね、めっちゃ面白いもので、これがメタボーンズスピードブースター EF2MFT なんですけどね。ブラックマジック専用のものも出てるんですけど、めっちゃ今高くて。も
倍ぐらいの値段になっちゃって、今円安だから。それがね、これがね、マイクロフォーサーズのカメラに使うようだから専用じゃないから、ちょっと、開放だとレンズが挟まってる関係で解像度ちょっと開放が下がっちゃうみたいな言われ方をしているメタボーンズのスピードブースター 0.71 なんですけど、これを使うとですね、なんと EF のレンズが使えるようになるわけです。で、センサーサイズが、このセンサーサイズがこれをつけることで、でかくなったの分かりますかね。こんな感じちょっとでかくなるように見えるってことは就航してるんですよね。0.71 のフォーカルレデューサーをこうつけて、一眼レフ用の EF マウントとか F マウントとかのレンズを使うことによって、このマイクロフォーサーズのクロップファクターにもともと 1.9 倍のものが 1.43 倍になるというものが使えるんですよ。フォーカルレデューサーを使って遊ぶことができる。はい。ボケ感も作ることができるし、そうすると、EF のがつくと。で、光を就航してるんで 0.71 の場合は1段明るくなる。で、もう一個フォーカルレデューサーもう一種類あって、本当は何種類もあるんですけど、専用のやつ含めると。こっちがですね、0.64 ってやつなんですよ。もう俺もなんでこれ持ってるのか知らないんだけど、はっきり言ってこれね、6K 買っちゃった方が値段的には変わんなくなっちゃうから、15万から17万とか出せれば 6K 買っちゃった方がいいかもしれないんだけど、そうするとマイクロフォーサーズのレンズ使えないし、フォーカルレデューサー使えないし、スピードブースターが使いたいんだ使いたいから、これ買ってるみたいな感じなんだけど、使いたいのとあと1個作戦があって、僕このカメラじゃないと、このカメラである表現がきっとこのカメラだったらできるみたいな表現が1個あるんですよ。それをこう仮説として持っていて、それをやりたいがためにこれ買ってるんですけど、これでですね、クロップファクターが 1.29 倍、1.29 倍になるんです。フルサイズと大体一緒ぐらいの 1.29 倍にこっちがなる。スピードブースターの 0.64 っていうのを使うと、フルサイズっぽくできるっていうことですね。クロップファクター 1.29 倍になる。でちなみになんですけど、これ1835と、これ EF マウントでめっちゃ有名な1835とかなんですけど、シグマの。で、これ 1.3 倍実はね、これね、APS-H に使えるやつなんで、1.29 倍だとね、蹴られないんですよ。ほら。わかるか？蹴られてないんだな。ワイドにしても。蹴られてないんだな。ちょっと蹴られてるな。17対1にするとちょっとサイド来るけど、1835と50-100は実は 1.3 倍で使えるという。っていう感じなんですよね。ちょっとまとめますと、まず画質がいいと。プロレスと B ローが撮れる。で、4K60p が撮れる。で、まだアップデートしている。で、マイクロフォーサーズのレンズがたくさん、楽しいレンズがいっぱい使える。だから軽い。そうするとジンバルに乗る。で、オートフォーカスが使えないけど、オートフォーカス使わない方が、初めは練習になるからきっといいんじゃないかっていうふうに思うってこと。それから、スピードブースターが使えるんで、クロップファクターの問題はほぼほぼ解消できるっていうこと。注意点としては、外付けバッテリーとC ファストがないんで、外付けバッテリーと SSD はつけて運用するのがいいかな。長い目で見ると。注意点のもう一個が、IR フィルターっていうのがですね、デジタルカメラにはセンサーの前に入ってます。どのカメラも。で、ブラックマジックは、最近はそうじゃない、これ今発売されてるやつはそうじゃないかもしれないんですけど、この辺のカメラっていうのは6K とか 6K プロとかもおそらく含めて、IR フィルターがですね、入ってないわけじゃないんだけど、弱いんですよね。なので、特に炎天下の日中で太陽光で撮影しているとします。太陽光っていうのは可視光線の他に赤外線っていうのをとても含んでいます。で、そういう時に ND フィルターを使って、原稿しながら撮影するとします。でそういう時に赤外線は切れないんですよ、普通の ND フィルターって。赤外線切る ND フィルターっていうのもあるんで、それを使えばいいんですけど、普通の ND でマイナス6ストップとかにしたときに、こういう黒い色のT シャツとか、黒い色の T シャツとかが、ちょっと赤に赤外線の影響を受けちゃう。赤外線の影響を受けた色に変わってしまって、それ修復が結構難しいっていうのが IR ポリューション問題みたいなのがあるんですよね。
それが出てしまうのはちょっとネックです。で、同時に OLPF って言って、ローパスフィルターもデフォルトでは入ってないので、モアレが出る場合があるんですね。モアレっていうのを、調べてもらえば分かると思うんですけど。っていうところでですね、それを交換するキットもあります。で、僕はあえて交換してない。他のブラックマジックのカメラ使ってるんですけど、そっちはIR ポリューション対策してるんですけど、IR 機能付きの ND を使うか、もしくは OLPF、これもリンク貼っとくんですけど、IR と OLPF のモディフィケーションキットですがあるので、それを使えばなくなる。でも ND、外でね、ND で撮るとか仕事でなんか持っていくとかじゃなければ、別にそこまで気にする必要はないかなと。あとはローリングシャッターの話とかあると思うんですけど、そこまで気にするほど、多いわけではないんじゃないかなというふうに思います。はい。こんな感じでですね、デメリットはあるけども、使いにくいと言われてるのはそうなんですけど、一般的にね、最初に10万で買えると。で、画質がいいと。ってところは、一番最初はめっちゃいいんじゃないかなっていうところと、あと中長期で、じゃあ例えばフルサイズミラーレス買いましたと。R5 Mark II 買いました。または FX3 買いましたって時にも、2回目、ね、2個目のカメラでだいたいローなんで、ソニーのやつに別に色合わせられるし、キヤノンの方にも合わせられるんで、別にいらなくなるわけじゃないんですよ。いらなくなったら売っても別にいいと思うんですけど、ゴミにならないんで、別にフルサイズのやつとFX3 と並べても、絶対わかんないと思います。で、そのセンサーサイズ小さいから暗所耐性が、フルサイズと比べたら、ノイズが乗るんですよね。で、ノイズ乗るなっていうのは僕も思います。で、ノイズ乗るんだけど、それを、ノイズリダクションっていうのがダヴィンチの、有料版なんだけど、デフォルトで入ってて、それ使えばいいのと、あと、ニートビデオっていうプラグイン、とにかく、ノイズ処理をすれば、もう絶対わかんないと思います。で、もともとがやっぱりリッチだから、ノイズ処理をしたらもう絶対超綺麗じゃんってなります。はい。普通の人が見たとき。それはもう僕が使ってて分かってるんで、BMCC6K、フルフレームの方は一番綺麗だと思うんだけど、6K とかね、6K プロとかもノイズ全然出るんで、しかもパターンノイズ出たりするんで、暗所の時は。どのみちノイズリダクションかけるんですよ。それと比べても少し多いかもしんないけど、デュアルゲインってやつで、ISO 感度3200まで上はいけるし、つうことは暗所耐性強いんですよ。で、フォーカルレデューサーあるから、6400でデュアル ISO の上なんですよね。つうことは6400って 12800、FX3 の一段下ですよ、それって。α7S3 とか、ね、デュアルゲインの12800じゃないですか、ソニーの最近のあれは。それの一段下までは、これ併用すると、デュアルゲインでネイティブの ISO なわけじゃないですか。つうわけですげえ相性耐性強いですよね。っていうのを考えると、めっちゃいいんじゃねっていうのが、っていうところで初心者にお勧めできるかなっていうふうに思います。で、ここからは僕の、完全な趣味なんですけど、メリットがまだあります。はい。これはもう他のブラックマジックっぽくして 6K にもないメリットがあります。はい。それはですね、ダウングレードすることでシネマ DNG ローが使えるようになるってことです。冒頭でお話ししたのは B ローですね。B ローを使うのが、合理的で、使いやすくて、カラーサイエンスもジェネレーション5で、普通はいいと思います。でも、ある界隈、ブラックマジック界隈っていうのかな。日本人で言ってる人はいない、一人もいないかもしれないんですけど、シネマ DNG ローの方が B ローより良くねっていう話があります。はい。で、僕もどっちも使ってるんですけど、このダウングレードするとどっちも使えるようになるんですけど、シネマ DNG ローの方がそもそもの素材の味わいとしては綺麗じゃねみたいなのは思います。はい、やっぱりいろいろあって全部シネマ DNG ローっていうのはもうディスコンティニューになって B ローしか今使えないんですけど、これはですね、ポケットシネマカメラは昔に出たやつなんで、まだ B ローができてない時に発売されたカメラなんで、もう最初はシネマ DNG ローだったんですよ。だから、これのバージョンを 6.1 にすることで、シネマ DNG ローが使えるようになります。で、ダウングレードの仕方っていうのは、ブラックマジックのホームページに行って、ソフトウェアアップデートのページに欄があるんですけど、そこをすごい戻っていって、もしくは検索するかなんかして、6.1 のブラックマジックカメラアップデートとかっていうアプリをダウンロードするんですよね。で、6.1 に戻すのは一発できます。今これ8.2 とかそういうやつなんですけど、一番最近のやつは 8.2 とかなんですけど、そこから 6.1 に戻す。そうすると、シネマ DNG ローが使えるようになる。で、もちろん戻すこともできるんですけど、戻すときに、これ厳重注意なんですけど、戻すときに、今、現在 8.2 とかなんで、いきなり 8.2 に戻したら分鎮化します。もしくはやり直し
エラーになってやり直しができるかもしれないですけど、最悪文鎮化します。で、僕はそれ一回文鎮化してブラックマジックにこれ送りました。そしたら無料で直してくれたんですけど、ダウングレードしました。で、シネマ DNG ローで撮影を楽しみました。6.1。で、そこからアップデートするときに、まず B ローが入ったのが 6.2 からなんで、これ公式では一旦 7.3 に上げれば大丈夫ですよって言ってるんですけど、僕の場合は 6.1 から 7.3 に上げるときにもうミスって、これはもしかしたら個体差もあるかもしれないですけど、6.1 になってたのをまず 6.2 にします。で、6.2 から今度 6.6 にします。で、そして 7.3 にします。で、7.3 から 8.1 にします。なので、ブラックマジックカメラのアップデートのアプリですね。それぞれのバージョンごとにも全部ダウンロードして順番に行きます。それをしないと最悪文鎮化して、最悪使えなくなるか、ブラックマジック送りになるか、下手したら有料修理になるかっていう風になりますと。マニアックなメリットの一つでした。もう一つ、スーパー 16mm のレンズが使えるっていうことですね。スーパー 16mm のレンズ、マウントがまずアリ S マウントっていうレンズがこちらです。はい。昔々僕が YouTube で説明してて、めっちゃビジュアル的にかっこいい。写りもこれはかっこいいですね。シュナイダークロスなんか。アリ S。これはスーパー 16mm のフィルムの用のレンズです。で、あと C マウントって言って、またこれも C マウントはね、みんなね、そんな、わーってならないっぽいやつなんだけど、これがですね、使えるんですよ。銀のアンジュニュってやつ。かっこよくないですか？完全にビジュアルで僕は集めてる。実際に使ってることはほとんどないんですけど、こうあるわけなんですよね。で、これがね、アリ S っていうのは、これ 6K でも使えます。なんでかっていうと、フランジバック長いんで、これ EF にも変換するやつがあります。例えばこれ、12-120っていうアンジェリーのズーム。これ持ってる人いっぱいいると思うんだけど、これ今 EF マウントになってるんですよ。今これ EF マウントになってるんですよ。これもだからアリバイオネットっていうマウントなんですけど、フランジバック長いから EF になるし、もちろんこっちも使えるんですけどね。これもスーパー 16mm。で、C マウントっていうのが、ボレックスとか、ベルハウエルとか用のレンズなんで、フランジバック短いんですよね。フィルム、16mmフィルム用のレンズなんですけど、これはなんとマイクロフォーサーズなんですよ、こっち。マイクロフォーサーズって 17mm とかのフランジバックなんで、C マウントつくんですよね。こういうマウントアダプターなんですよね。だから、ここのところよりちょっと凹んでるみたいな感じのマウントアダプターを、こう、ぐるぐるなんで、C マウントってぐるぐるなんで、ぐるぐるでこうつけると、こんな感じでつくんですよね。で、こう普通の 4K にしちゃうと、こんな感じで、マイクロフォーサーズより16mm のフィルムのクロップファクターって3倍ぐらいなんで、全然丸くなっちゃうんですよね、これもなんか。で、これをですね、2.6K の16対9ですね。もちろん HD でもいいんですけど、HD だとクロップファクターでかすぎかなみたいな感じで、2.6K のやつにすると、ほら、ちょうどいいんですよ。もちろんセンサーの使ってる範囲をこうクロップしてるわけなんで、その画質は落ちるんだけど、16mm っぽい撮影っていうんですか。ちょっとアナログっぽいのを出したいって時に、もうこれはですね、画質の話じゃなくて、コンテクストの話ですよ。16mm で撮ったっぽい画角でそのレンズが使える。なんとなくこう、かっこよくないですかっていう撮影ができるっていうマニアックな。ちなみにブラックマジックポケットシネマカメラはある程度こう発売されて、使ってる人多いんですよね。やっぱ持ってる人いっぱいいて、だからこそ中古でも入手しやすい、価格もそんなに氾濫してないっていう感じなんだと思うんですけど、数々のモッドがあります。ここに V マウントをつけたり、でスクリーンを全部ここにしちゃったり、それからフリップスクリーンのモッドで SSD がここにつくモッド、ドローンに、はたまたしてしまったりという、そういう使用用途は実は結構いろいろいけちゃうっていうところがあります。というわけでですね、初心者おすすめのカメラはポケットシネマカメラ 4K ですっていう動画でございました。ちょっと批判のコメントが来るような気がしないでもないんですけど、動画でやるんだったらポケットシネマカメラが一番いいと思います。僕はオートフォーカスは使えないカメラでいいです。いきなりローを扱わなきゃいけない、カメラでいいと思います。手ブレ補正が入ってない、それでいいと思います。グレーディングをしなきゃいけない、ノイズリダクションを自分で考えなきゃいけないとか、そういう方がいいんじゃないかなっていうふうに思いました。でここ最近使ってもうやっぱりこうライティングしないと全然ダサくなっちゃうなみたいなふうに思ってたんですけど、ノイズもなんか多いし色もなんかうまくいかねえなって思ったんですけど、でもそれもなんかうまくいけて最終的に
でなんかこうやっぱ綺麗だなみたいに、最終的になったんですよね、最近使って。それであえてこちらを紹介してみた次第でございます。でモニターでかいからね、めっちゃ見やすいと思います。最初で今こうケージつけてますけど、僕はそのケージをつけたいからケージをつけたのであって、ケージが必要だからつけたわけじゃないです。最悪最も軽い方法は、今まで僕がその1年間ぐらいはずっとそれでいたんですけど、このチーズプレートの4分の1のネジ穴が上側にあるんで、チーズプレートをつけて、それでこう2個だけつけるっていう方法があるんで、それするとめっちゃ運用はしやすいかなっていうふうに思います。まあここに上にね NPF つくから持ちにくいさとかバランス悪さはあるんですけど、もうこれもバランス悪いですよねって言って。まあそれなんで V マウントとかねつけたくなるんですけど、まあそういう予備知識みたいなのも含めて、やっぱりポケットシネマカメラはいいんじゃないかなっていうふうに僕は思います。最後にちょっとクイズっていうか、もし気が向いた方がいたらぜひコメントで当てっこしてほしいんですけど、あることをこのカメラでやるのが最も最適かもしれないあることをするために僕はこれを実は導入したんですね。あることがしたくて、それはもうそれで1本作れればいいみたいなやつなんですけど、あることがしたくて買って、まあやってないんですけどね、結果まあ一つは 16mm のレンズ使って何かやりたいっていうのがあるんですよ。もうやってないんですけどなかなかできてないんですけど、それもし分かった方がいたらコメントいただけたら嬉しいなっていうふうに。でちなみにそれコメント当たってたら速攻で消します。というわけでこちらのチャンネルではアートライフミュージックのテーマで動画をお送りしております。グッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。